たかし。東京の朝はいつも冷たい金属的な匂いとともに始まります。新宿駅にしぶち、引き潮のように押し寄せる人混みの中で、75歳の佐藤健二は今日も習慣のように時計を確認します。彼の時計は30年前、彼が大企業の部長に昇進した日に妻が送ってくれた古いオメガです。今では秒針の音さえか細いものですが、健二にとってこの音は、世界とつながっている唯一の鼓動なのです。健二は引退後の人生を静寂と定義しました。毎朝決まった時間に起き、新聞を読み、散歩をし、コンビニの弁当で食事を済ませる生活。彼の人生には、もはや変数など存在しないかのように思われました。しかし、運命は最も平凡な瞬間に、最も鋭い爪をむき出しにするものです。その日は、とりわけ霧が深い朝でした。新宿の高層ビルが霧の中に身を隠し、巨大な幽霊のように立っていた時のことです。健二がいつものカフェに向かっていた途中、横断歩道の向こう側で、筒を丸めて清掃員の服を着ている一人の老人を見かけました。その老人は、道端に捨てられた潰れた空き缶を拾っていました。それは、ただのありふれた風景でした。しかし、その老人が腰を伸ばし、振り返って反対側の電光掲示板を見つめた瞬間、健二の心臓は30年前のある冬の夜へと強制的に引き戻されました。伸び放題の白い火で、深く刻まれたシワ、そして何より悲しげな目元。たかし。健二の唇が震えました。たかし。30年前、東京で共に夢を追い、小さな IT ベンチャーを立ち上げた共同経営者であり、親友だった男。1994年のある日、莫大な借金と一通の短い手紙だけを残して蒸発してしまった、いわゆる失踪者の主人公。健二は自分の目を疑いました。あれほど探し回り、時には憎み、そして結局は忘れたと自負していたあの顔でした。信号の青が点滅し始めました。健二は群衆をかき分けて駆け寄ろうとしましたが、置いた足は思うように動きません。霧の中へと消えていくその後ろ姿を見つめながら、健二は悟りました。今日、彼の静かな人生が終わりを告げたことを、一度見失った影を再び見つけ出すこと、それは巨大な東京というジャングルの中で一本の針を探すようなものです。しかし、健二は止まることができませんでした。あの日以来、彼は毎朝同じ時間に新宿駅の西口に立ち続けました。彼は知っていました。龍高氏のように誠実だった男が環境美化の仕事をしているのなら、その動線には必ず一定の法則があるはずだということを。3日目、健二はついに彼を再発見しました。今度は逃しませんでした。健二は一定の距離を保ちながら、彼の子を追い始めました。高志だと確信したその老人は、新宿の花や金表通りの裏側、狭く暗い路地を通り抜け、代々木公園近くの古いアパートが並ぶ住宅街へと向かいました。追跡の間、健二の頭の中には数えきれないほどの問いが渦巻いていました。なぜ逃げたのか、なぜ一度も連絡をくれなかったのか、どうしてこんな姿で生きているのか。健二は成功の道を歩み、世田谷の高級住宅街に住んでいましたが、龍の後ろ姿はあまりにも無地目でした。穴の開いた手袋、古びた安全靴、そして重いゴミ袋を背負った狭い肩。やがて日が暮れ、街にネオンが灯り始める頃、老人は小さく古びた公園のベンチに座りました。彼は懐からコンビニの缶を取り出し、
ゆっくりと噛み締め始めました。その姿は30年前、徹夜仕事の後に公園でカップラーメンを分け合った青年時代の姿と、奇妙に重なって見えました。検事はゆっくりと近づきました。鼓動が耳元で鳴り響きました。70年の人生で数多くの契約を成立させ、何百人もの部下を従えてきた彼でしたが、今この瞬間だけは初恋の相手に告白する少年のように指先が震えていました。おい、龍。その晩相変わらず牛乳がないと喉を通らないようだな。老人の手が止まりました。パンを噛んでいた唇が止まり、空気さえ凍りついたような沈黙が流れました。老人は顔を上げませんでした。いや、上げることができないようでした。30年という歳月が、その短い一言に凝縮され、公園のベンチの上に降り注ぎました。老人は、ゆっくりと顔を上げました。その瞳には、驚愕と恐怖、そして言いようのない切なさが入り混じっていました。彼は確かに高志でした。しかし、検事が記憶していたあの堂々とした青年高志の姿はありませんでした。目の前にいるのは、歳月の重みに押しつぶされ、今にも崩れ落ちそうな古木のような老人でした。検事、お前がどうしてここに？高志の声は、ひび割れた田んぼのようにかすれていました。彼はまるで罪人のように、急いでその場を立ち去ろうとしました。検事は彼の腕を掴みました。痩せ細った腕の感触が、検事の胸を締め付けました。どこへ行こうと言うんだ。また30年も隠れて生きるつもりか。お前が残したあの借金、俺が全部返したんだぞ。あんな金のために、自分の人生を丸ごと消してしまったのか。検事の叫びに、高志はついにベンチに座り込み、顔を埋めました。そして、30年間封印されていた物語が溢れ出し始めました。当時、高志は会社が傾くと闇金に手を出し、その矛先が検事に向かうことを恐れたのです。彼は自ら命を絶とうと海へ向かいましたが、結局死ぬことはできませんでした。死ぬ勇気さえなく生き残った自分は情けなく、彼は自らをこの世から消し去ることにしたのです。彼は東京の最も低い場所で、名前のないものとして生きてきました。建設現場の労働、食堂の皿洗い、そして今の清掃員まで。彼は友人の成功を新聞で見守りながら、自分はその光を遮る影にはなるばいと誓ったと言います。お前に合わせる顔がなかった。成功したお前の前に、こんな姿で現れるなんて私の最後のプライドが許さなかったんだ。検事は虚脱感に襲われました。自分は憎んでいたのは高志ではなく、彼を守ってやれなかったという無力感だったのだと、ようやく気づきました。二人の老人は冷たいベンチに座り、沈みゆく夕日を眺めました。30年の空白は何の言葉でも埋めることはできませんでしたが、流れる涙だけは同じ温度で二人の方を伝っていきました。検事は高志を連れて、新宿の路地裏にある古い居酒屋思い出横丁へと向かいました。30年前、彼らが毎週金曜日になると夢を語り合いながら杯を交わした、あの行きつけの店に似た場所でした。湯気が立ち上るおでんと、冷えた日本酒の瓶がテーブルに置かれます。最初はぎこちない空気でした。30年という歳月は川よりも深く、容易に橋を架けることはできません。しかし、酒を一口流し込むと、固く固まっていた記憶の筋肉が少しずつ溶け始めました。覚えているか？俺たちが作った最初のプログラムが動いた日、お前が叫びながら新宿の街を走り回ったこと。よしてくれ。あの時、警察に酔っ払いと間違われて捕まりそうになったんだぞ。小さな笑い声が漏れました。
シワの刻まれた目尻に宿る笑みは、70代の老人ではなく、青春の待っただ中を駆け抜けていた20代の若者のものでした。高志はこれまで語ることのできなかった、苦痛に満ちた人生の断片を少しずつ吐き出しました。家族にさえ連絡できず一人で耐えた冬の夜、空腹よりも恐ろしかった凄まじい孤独感。賢治は静かに耳を傾けていました。彼はようやく気づいたのです。自分が享受してきた安らぎと成功が、もしかすると友が背負ったあの重い十字架のおかげだったのかもしれないということに。高志が消えることで債務関係は終結し、賢治はまっさらな状態から再出発することができたからです。高志、お前は逃げたわけじゃない。お前なりのやり方で俺を守ってくれたんだ。でも、もういいんだ。お前の刑罰は30年で十分だ。賢治は財布から古びた写真を1枚取り出しました。二人で撮った唯一の写真。写真の中の若者たちは、世界をすべて手に入れたかのように晴れやかに笑っていました。高志は震える手でその写真を撫でました。彼が捨てたのは名前だけではありませんでした。自分自身の最も輝かしかった瞬間まで否定して生きてきた歳月が、写真の上に投影されていました。居酒屋を出た二人の老人は、銀座の街へと向かいました。華やかなブランド店と洗練されたビルが立ち並ぶ中、夕焼けが長く影を落としていました。30年前と比べれば、東京はあまりにも様変わりしました。しかし、変わらないものもありました。それは、日暮れ時の温かな温度と、旧友の肩越しに感じられるぬくもりです。賢治は高志に提案しました。自分の家に来ないか、そこでも残りの人生を共に歩もうと。しかし、高志は静かに首を振りました。ありがとう、賢治。でも、私には私なりのやり方で締めくくるべき人生の奇跡があるんだ。君に会えただけで、私の30年の荷物はすべて下ろせた気がするよ。これからは逃げずに、高志という名での残りの日々を生きてみようと思う。彼の眼差しは、もはや逃亡者のものではありませんでした。清掃員の服を着てはいましたが、その背筋は越になく伸びていました。賢治はそれ以上、無理強いはしませんでした。それが友の最後のプライドであり、自分自身を許す方法なのだと悟ったからです。二人は銀座の交差点で立ち止まりました。別れの時です。しかし、30年前のあの突然の別れとは違いました。今回は互いの目をまっすぐに見つめ、連絡先を交換し、来週の日曜日に一緒に野球観戦に行くことを約束しました。ナレーション。東京の夜が更けていきます。無数の光が星のように降り注ぐんで。その華やかさの中に隠れて見えなかった多くの蒸発者や阻害された魂たち。しかし今夜、新宿と銀座をつなぐこの道の上で、失われていた時間のひとかけらがついに居場所を見つけました。70代の二人の老人は、互いに反対方向へと歩き出します。遠ざかる後ろ姿を見送りながら、賢治は思いました。人生は結局、誰かに出会う旅であり、その旅の終わりに最も大切なのは、自分が何者であったかを覚えていてくれる、たった一人の存在なのだと。東京の冷たい金属の匂いは、いつの間にか穏やかな夜風へと変わっていました。30年ぶりの奇跡は、大きな成功でも、大層な報酬でもありませんでした。ただ、よく生きてきたな、友よと言い合える短い瞬間、それだけで十分だったのです。